本動画では複数のパーツを使用して製品を組み立て、アセンブリステートメントの使い方について説明します。シミュレーション中にアセンブリーに関する処理を行うステートメントをまとめてアセンブリステートメントと言います。まずはじめに、アセンブリーの定義で使用するコンポーネントを製品タイプエディタに登録します。Eカタログウィンドウ、タイプ別モデル、プロダクツ&コンテーナーズからピストンヘッド、ピストンロッド、ピストンシャフトを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。プロセスタブ、エディター、製品をクリックします。製品タイプエディタウィンドウ、製品の定義、フローグループを追加をクリックします。続けて、製品タイプを追加を3回クリックし、製品タイプ番号1、2、3を追加します。フローグループ番号1を選択し、名前をピストンパーツに変更します。製品タイプ番号1を選択し、ネームをピストンヘッドに変更し、ピックコンポーネントフロム 3D ワールドをクリックして、3D ワールド上のピストンヘッドをクリックします。同様の手順で、製品タイプ番号2と製品タイプ番号3をピストンロッドとピストンシャフトに変更します。次に、製品タイプエディタにアセンブリーとアセンブリーステップを追加します。製品タイプエディタウィンドウ、製品の定義、フローグループを追加をクリックします。フローグループ番号1の名前をピストンに変更します。ピストンを選択した状態で、製品の定義、アセンブリーを追加をクリックします。アセンブリー番号1を選択し、名前をピストンアセンブリーに変更します。ピストンアセンブリー横の十字アイコンをクリックして展開します。ステップ番号1を選択し、名前をヘッドステップに変更します。製品タイプエディタウィンドウ、ヘッドステップを右クリックし、ステップを追加をクリックします。追加されたアセンブリステップの名前をロッドステップに変更します。同様の手順で、ロッドステップの下にシャフトステップを追加します。追加したアセンブリーステップに生成するパーツを割り当てます。製品タイプエディタウィンドウ、ヘッドステップをクリックし、アセンブリエディタを開くをクリックします。アセンブリエディタ上のヘッドステップのアセンブリスロットを選択します。プロパティウィンドウから規定の製品タイプをピストンヘッドに変更します。アセンブリエディタ上のヘッドステップのアセンブリスロットが黄色のボックスからピストンヘッドに変化します。同様の手順でロッドステップのアセンブリスロットの規定の製品タイプをピストンロット、シャフトステップのアセンブリスロットの規定の製品タイプをピストンシャフトに設定します。これでアセンブリーの定義ができました。アセンブリーは製品タイプエディタに定義されているため、フィーダーで生成できます。E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、コンベヤーズからコンベヤーを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。タイプ別モデル、PM フローコンポーネンツからフィーダーを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。マニピュレーション、PNP を選択した状態で、フィーダーをコンベヤーに近づけ、接続します。コンポーネントプロパティウィンドウ、プロダクトクリエイタータブからパーツをピストンアセンブリーに変更します。シミュレーションを再生します。ピストンアセンブリーが生成されます。
アセンブリーステップを設定するときに、アセンブリスロットの規定の製品タイプがヌルの場合、そのアセンブリスロットには何も生成されません。製品タイプエディタウィンドウ、ロットステップを選択して、アセンブリエディタを開くをクリックします。ロットステップのアセンブリスロットを選択して、プロパティウィンドウから規定の製品タイプをヌルに変更します。アセンブリエディタを閉じて、シミュレーションを再生します。設定を変更したロットステップは生成されなくなりました。製品タイプエディタウィンドウ、ロットステップを選択してアセンブリエディタを開き、ロットステップのアセンブリスロットを選択して、プロパティウィンドウから規定の製品タイプをピストンロットに戻します。アセンブリーは他のアセンブリーのアセンブリスロットの規定の製品タイプに設定することができます。パーツとアセンブリーを追加して定義します。E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、プロダクツ&コンテーナーズからエンジンアンダーラインブロックを 3D ワールドにドラッグ&ドロップします。製品タイプエディタウィンドウ、フローグループ番号1を選択して、名前をエンジングループに変更します。エンジングループを選択した状態で、製品を定義から製品タイプを追加とアセンブリーを追加をクリックします。VC シリンダーは使用しないため削除します。追加された製品タイプ番号1を選択して、ネームをエンジンに変更し、ピックコンポーネントフロム 3D ワールドをクリックして、3D ワールド上のエンジンアンダーラインブロックを選択します。追加されたアセンブリー番号1を選択し、名前をエンジンアセンブリーに変更します。エンジンアセンブリー、ステップ番号1を選択し、名前をエンジンブロックに変更します。エンジンブロックを右クリックし、ステップを追加をクリックします。追加されたステップ番号1を選択し、名前をピストンズに変更します。エンジンアセンブリーの各アセンブリステップの設定を行います。製品タイプエディタウィンドウ、エンジンブロックをクリックし、アセンブリエディタを開くをクリックします。エンジンブロックのアセンブリスロットを選択し、プロパティウィンドウから規定の製品タイプをエンジンに変更します。ピストンズをクリックします。アセンブリスロットのサイズを今回割り当てるピストンアセンブリーの大きさに合うように変更します。ピストンズのアセンブリスロットを選択し、規定の境界線の寸法の Z を225に変更します。規定の製品タイプをピストンアセンブリーに変更します。アセンブリスロットの規定の製品タイプにアセンブリーを設定した場合、アセンブリーエディター上での表示はヌルと同じになります。スナップなどを使用して、ピストンズのアセンブリスロットをエンジンブロックのアセンブリスロット内に配置します。アセンブリスロット1つにつき、パーツが1つ割り当てられます。配置するパーツを増やす場合、アセンブリスロットを追加する必要があります。ピストンズのアセンブリスロットを選択した状態で、アセンブリエディタ上のツールバーの9つの四角形アイコンのスロットを追加をクリックします。今回はエンジンブロックのアセンブリスロット内に4つずつピストンアセンブリーを配置するように変更します。スロットパターンを選択でテンプレートからをリニア、パターンプロパティで横に4つ画面のように配置できたら適用をクリックします。生成されたアセンブリスロットを複数選択で全て選択して位置を調整します。位置を調整したら選択をクリックしてピストンズのアセンブリスロットをすべて選択し、コピー&ペーストして反対側にも配置します。位置を調整できたら、アセンブリエディタを閉じます。フィーダーをクリックし、コンポーネントプロパティウィンドウ、プロダクトクリエイタータブからパーツをエンジンアセンブリーに変更します。シミュレーションを再生します。エンジンブロックの中に
ピストンアセンブリーが配置されたエンジンアセンブリーが生成されます。アセンブリーは、プロセスの製品作成ステートメントでも生成できます。E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、PM フローコンポーネンツから、プロセスノードを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。マニピュレーション、PNP を選択した状態で、プロセスノードをドラッグしてコンベヤーに近づけ、接続します。コンベヤーと接続していたフィーダーは削除します。エディター、プロセスを選択し、プロセスナンバー1をクリックします。ステートメント、製品作成をクリックします。トランスポートインを削除し、追加されたクリエイトを先頭に移動します。クリエイトを選択し、ステートメントプロパティウィンドウから製品タイプをピストンアセンブリー、製品変数名をプロダクトインに変更します。トランスポートアウトを選択します。ステートメントプロパティウィンドウから目的地をコンポーネントコンテナへに変更します。シミュレーションを再生します。ピストンアセンブリーが生成されます。クリエイトステートメントの製品タイプにアセンブリーを設定すると、ステートメントプロパティウィンドウにアセンブリステップの設定をするプロパティが表示されます。アセンブリステップは生成するアセンブリーステップを設定します。アセンブリーステップをヘッドステップのみにし、シミュレーションを再生します。ヘッドステップのみのピストンアセンブリーが生成されます。コステップを含むにチェックを入れると、製品を生成するときに、生成するアセンブリステップのコステップも自動的に生成されるようになります。コステップを含むにチェックを入れ、シミュレーションを再生します。アセンブリステップはヘッドステップのみですが、ヘッドステップのコステップであるロッドステップとシャフトステップも生成されます。アセンブリーステップにロッドステップとシャフトステップを追加し、コステップを含むのチェックを外してシミュレーションを再生します。製品が生成される際は、親ステップのアセンブリステップから順に生成されます。ピストンアセンブリーの場合、まずヘッドステップが生成され、ロッドステップ、シャフトステップと順に生成します。その後、シャフトステップはロッドステップに、ロッドステップはヘッドステップにアタッチして、一つの製品になります。この時、アセンブリステップが一部生成されなかった場合、生成されたアセンブリステップは生成されなかったアセンブリステップを飛ばしてアタッチします。アセンブリステップのロッドステップを削除して、シミュレーションを再生します。シャフトステップは生成されなかったロッドステップの代わりにヘッドステップにアタッチします。アセンブリーからのオフセットを維持にチェックを入れると、アセンブリスロットを単体で生成したときに、アセンブリスロットで設定したオフセットが反映されるようになります。製品タイプエディタウィンドウ、ロッドステップを選択して、アセンブリエディタを開くをクリックします。ロッドステップのアセンブリスロットを選択し、オフセットを設定します。オフセットを設定したら、プロセスナンバー1をクリックします。クリエイトを選択し、ステートメントプロパティウィンドウからアセンブリステップをロッドステップのみにします。アセンブリーからのオフセットを維持にチェックを入れずにシミュレーションを再生します。その後、アセンブリーからのオフセットを維持にチェックを入れ、シミュレーションを再生します。アセンブリスロットで設定したオフセットが反映されることが確認できます。ロッドステップのアセンブリスロットのオフセットを元に戻します。ステートメントにあるアセンブリステートメントについて説明します。アセンブリーを取得ステートメントは、アセンブリステップの情報を取得し変数に保存するステートメントです。情報には、アセンブリスロットに割り当てられたパーツや、そのパーツの配置位置や配置するときの順番などが含まれています。
輸送された製品を分解する、または輸送されたパーツを組み合わせて製品を作成するときなどに使用します。アセンブリーデータソースは、アセンブリステップの情報の取得元を設定します。アセンブリインスタンスとアセンブリー製品タイプの2種類が存在し、それぞれで設定するプロパティが異なります。まず、アセンブリインスタンスについて説明します。アセンブリインスタンスは、プロセスへ輸送された製品からアセンブリーステップの情報を取得する設定です。アセンブリー変数名には製品変数名を設定し、どの製品を対象とするかを指定します。アセンブリステップは対象となる製品のどのアセンブリステップの情報を取得するかを指定します。コステップを含むにチェックを入れると、アセンブリステップから情報を取得するときに、そのアセンブリステップのコステップの情報も取得することができます。リストとしてリターンにチェックを入れると、アセンブリステップの情報を取得するときに、製品インスタンスのリストとして取得することができます。逆リストにチェックを入れると、アセンブリステップの情報をリストとして取得したときに、並び順を逆順にすることができます。変数名リターンは、情報を保存する変数の名称です。アセンブリーデータソースにアセンブリインスタンスを設定したときのプロパティの説明は以上になります。次に、アセンブリー製品タイプについて説明します。アセンブリー製品タイプは、製品タイプエディターで定義されているアセンブリーからアセンブリステップの情報を取得する設定です。アセンブリーは、製品タイプエディタのどのアセンブリーを対象とするかを設定します。アセンブリステップは、アセンブリインスタンスの時と同様に、どのアセンブリステップの情報を取得するかを設定します。ここで選択できるアセンブリステップは、製品タイプエディタに設定したアセンブリーに定義されているアセンブリーステップのみです。今回の場合、ピストンアセンブリーに定義されているアセンブリステップが設定できます。コステップを含むと変数名リターンはアセンブリインスタンスと同じです。アセンブリーデータソースにアセンブリー製品タイプを設定した時のプロパティの説明は以上になります。構築ステートメントはプロセス内に流れてきたパーツを使用して製品を組み立てるステートメントです。アセンブリー命令変数名は製品を組み立てる際にどの情報を使用するかを設定します。製品変数名は製品を組み立てる際に使用するパーツを設定します。アセンブリー時間は製品を組み立てるまでにかかる時間を設定します。削除受け入れは製品を組み立てるために使用したパーツの情報を製品変数から削除するかを設定します。変数名リターンは組み立てた製品の変数名を設定します。このステートメントで使用するアセンブリー命令変数には構築するときの組み立て順序の情報が含まれています。そのため、パーツがどのような順番で流れてきても製品を組み立てることができます。アセンブリーを取得ステートメントと構築ステートメントを追加してシミュレーション中にピストンアセンブリーを作成します。E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、PM フローコンポーネンツからフィーダープロセスを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。コピー&ペーストで合計3つに増やし、コンポーネントプロパティウィンドウ、プロダクトクリエイタータブからパーツをそれぞれピストンヘッド、ピストンロッド、ピストンシャフトに変更します。プロセスタブ、エディター、フローを選択し、3D ワールド上のフィーダーのプロセスラベル、プロセスナンバー1のプロセスラベルと順にクリックします。クリエイトを選択した状態で、ステートメント、トランスポートインをクリックします。ステートメントプロパティウィンドウから全製品タイプを受け入れのチェックを外し、受け入れられた製品タイプをピストンヘッドのみに設定します。トランスポートインをコピー&ペーストで2つ追加し、それぞれの受け入れられた製品タイプをピストンロッドのみとピストンシャフトのみにします。
クリエイトを削除します。これで、アセンブリーを作成するために必要なパーツを受け取るプロセスが設定できました。3つ目のトランスポートインの下に、アセンブリーを取得ステートメントを追加します。Get アセンブリーを選択し、アセンブリーデータソースをアセンブリー製品タイプ、アセンブリーをピストンアセンブリーに変更します。アセンブリステップが表示され、ヘッドステップ、ロッドステップ、シャフトステップが設定されていることが確認できます。これで、製品タイプエディタに登録されているピストンアセンブリーの各アセンブリステップの情報がアセンブリーオーダーに保存されます。Get アセンブリーの下に構築ステートメントを追加します。このステートメントが実行されると、プロダクトインを使ってアセンブリーオーダーの情報をもとに製品を作成し、アセンブリーという名前の製品ができます。今回の場合、ピストンヘッド、ピストンロッド、ピストンシャフトの3つのパーツを使って、ピストンアセンブリーのアセンブリステップの情報をもとに製品を作成します。最後に、トランスポートアウトを選択し、ステートメントプロパティウィンドウから製品変数名をアセンブリーに変更します。シミュレーションを再生します。輸送されたパーツがプロセスナンバー1で1つの製品になります。また、プロセスナンバー1のトランスポートインの順番を入れ替えた場合も問題なく製品が作成されます。他のステートメントについて説明します。アセンブリプロパティを取得ステートメントは、アセンブリステップの情報が保存されているアセンブリ命令変数を使って、アセンブリステップのステッププロパティ値を取得し、ステートメントで使用できる変数に保存するステートメントです。ステッププロパティを追加して、実際にアセンブリプロパティを取得ステートメントを使用します。ステッププロパティを追加します。製品タイプエディタウィンドウ、ヘッドステップ、ステッププロパティを右クリックし、プロパティを追加をクリックします。プロパティウィンドウから名前をインターバル、タイプをイント32、ディフォルトバリューを10に変更します。ここまででステッププロパティを追加できました。次にステートメントを追加します。プロセスナンバー1の Get アセンブリーを選択し、ステートメント、アセンブリプロパティを取得をクリックします。追加された Get アセンブリープロパティを選択し、ステートメントプロパティウィンドウからプロパティ名をインターバル、出力変数名をインターバルに変更します。ここまででステッププロパティを取得して変数に保存できるようになりました。最後に保存した変数を使用するステートメントを追加します。コンストラクトを選択した状態でステートメント、ディレイをクリックします。追加されたディレイを選択し、ステートメントプロパティウィンドウから時間ソースを数式をインターバルに変更します。シミュレーションを再生します。アセンブリーステップに設定したステッププロパティを取得し、その値分アセンブリー生成後にディレイするようになります。アセンブリーを確認ステートメントは、アセンブリー変数とアセンブリー命令変数の比較をし、その結果を変数に保存します。変数はブーリアン型であり、一致していれば true、そうでなければ false となります。実際にアセンブリーを確認ステートメントを使って、輸送された製品と生成した製品の比較を行うようにします。まず、製品を生成するフィーダーを追加します。E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、PM フローコンポーネンツからフィーダーを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップし、
PNP でコンベアと接続します。追加したフィーダーを選択し、コンポーネントプロパティウィンドウ、プロダクトクリエイターからパーツをピストンアセンブリー、制限を1に変更します。次に、プロセスナンバー1に輸送された製品の情報を取得するステートメントを追加します。プロセスナンバー1をクリックし、ステートメント、トランスポートインをクリックします。追加されたトランスポートインをクリックし、ステートメントプロパティウィンドウからソースをコンポーネントコンテナからに変更した後、先頭へ移動します。先頭へ移動したトランスポートインを選択した状態で、アセンブリーを取得ステートメント、トランスポートアウトステートメントと順にクリックします。追加したゲットアセンブリーを選択し、ステートメントプロパティウィンドウからアセンブリーデータソースをアセンブリインスタンス、アセンブリー変数名をプロダクトイン。アセンブリーステップを最後のステップ、製品あり、変数名リターンをクリエイトに変更します。追加したトランスポートアウトを選択し、ステートメントプロパティウィンドウから目的地をコンポーネントコンテナへに変更します。ここまでで輸送されたアセンブリーから情報を取得できるようになりました。最後にアセンブリーを確認ステートメントとその内容で出力を変えるステートメントを追加します。ディレイを選択し、ステートメントアセンブリーを確認をクリックします。追加されたチェックアセンブリーを選択し、ステートメントプロパティウィンドウからアセンブリー命令変数をクリエイトに変更します。チェックアセンブリーを選択した状態で、ステートメント if をクリックします。追加された if を選択し、ステートメントプロパティウィンドウからコンディションをアセンブリーレディに変更します。thenと else にそれぞれステートメント、プリントを追加し、ステートメントプロパティウィンドウからメッセージを設定します。これで輸送された製品の情報とピストンアセンブリーを生成するために取得した製品タイプエディタのアセンブリーの情報を比較して、その結果に応じてメッセージを出力できるようになりました。シミュレーションを再生します。情報が一致するため、出力ウィンドウには前で設定したメッセージが出力されます。フィーダーをクリックし、コンポーネントプロパティウィンドウ、プロダクトクリエイターからパーツをエンジンアセンブリーに変更して、再度シミュレーションを再生します。この場合は情報が不一致なため、else のメッセージが出力されます。以上で、複数のパーツを使用して製品を組み立てようを終わります。ご視聴ありがとうございました。